여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、赤です。日本特有の読み方、訓読みは、赤というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、プッタと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、石に対し、韓国語の漢字語は、ジョと言います。石、ジョで学習していきましょう。では、赤の漢字が入った単語を考えてみましょう。赤字、赤潮、赤道、赤面などの単語があります。赤の漢字の韓国語はジョなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。赤字の字の漢字はじゃなので、赤字はちょっちゃとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ちょっちゃ、ちょっちゃ、ちょっちゃ。そして、赤潮の潮の漢字は上なので、赤潮は直上となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。直上、直上、直上。そして、赤道の道の漢字は道なので、赤道は直道となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。直道、直道、直道。そして、赤面の面の漢字は面なので、赤面は正面となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。正面、正面、正面。中級以上の方はしりとり、くんまりっきをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。赤面、面積、積極、極限、限度、度量と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。正面、面積、적극、극한、한도、度量。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。ご視聴後のご感想、ご意見、韓国語学習時のご質問など、
お気軽にコメント欄にどしどしご記入ください。ご要望の多い事項から特集にてご紹介させていただきます。皆さんのたくさんのコメントお待ちしております。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。